もしも時計がなかったら、少し目を閉じて想像してみてください。朝です。多分太陽は出ています。でもそれが早い朝なのか、もう遅い朝なのか、誰も知りません。今日は月曜日です。会社があります。集合は日の出後少し経ってから。少しとは何ですか？とりあえず会社へ行く。早いのか遅いのか不明。駅に着きます。電車は朝のうちに来ます。朝の幅が広い。ホームの人はみんな空を見てます。駅員も空を見ています。みんなで太陽観察。会社に着きます。上司が言います。日がそこそこ高くなってるぞ。そこそこって何？会議は日がちょっと高い頃開始。そのちょっとでもめます。まだ低い派、もう高い派。机の陰で討論。影の長さで殴り合い寸前。そんな世界の始まりです。時計がないということは、時間を分割できないということです。朝は朝、昼は昼、夜は夜。そう考えると、今の社会もあさって何時から何時までなんだろう。夕方なんかさっぱりわかりません。夏は7時まで明るいし、冬は5時前から暗くなります。そこに境界線はありません。人類は長い間、太陽を基準に生きてきました。日が昇れば始まり、日が沈めば終わり。それだけでした。農業は成立しました。漁業も成立しました。狩猟も成立しました。細かい時間は必要ありませんでした。しかし社会が複雑になると、同時性が必要になります。同じ瞬間を共有すること、それが信頼を生みます。でも、時計がなければ、同じ瞬間は曖昧です。例えば契約。日が高いうちに成立。その高いの解釈で揉めます。裁判官も空を見上げます。六法全書より太陽。医療はどうでしょう。できるだけ早く処置。その早くは体感です。一刻を争うという言葉はあります。でも一刻が存在しません。教育はどうでしょう。日が真上に来る前に終了。真上の基準が人による。公平性が揺らぎます。公平とは同じ長さを共有することです。時計はそれを保証しました。
済はどうでしょう。朝から夕方まで営業。夕方の幅が広い。生産効率は落ちるかもしれません。でも焦りも減るかもしれません。私たちは数字で区切られることで行動を決めてきました。5分後、1時間後、明日の朝9時。それは未来を具体化する装置でした。時計がない世界では未来はもっと曖昧です。そのうち、近いうち、日が傾いたら未来がぼやけます。しかし、ぼやけるからこそ焦らなくていい世界もあります。まだ間に合うかもしれない。その言葉が数字に追われない分、少し優しくなります。時計は厳格です。0と1の世界です。早いか遅いか、間に合ったか間に合わないか、成功か失敗か。でも太陽の世界はグラデーションです。まだ朝っぽい、もう夕方っぽい。そのぽいが社会を動かします。それは不安定です。でも柔軟です。それは非効率です。でも寛容です。私たちは今、秒単位で動く社会にいます。電車は正確に来ます。会議は正確に始まります。ロケットは正確に打ち上がります。その正確さは奇跡です。でもその正確さに私たちは縛られています。時計がなければ人は自然のリズムに戻ります。影の長さ、空の色、風の冷たさ、もしかすると人間の感覚は研ぎ澄まされるかもしれません。今日は夕方が早い気がする。そんな会話が増えるかもしれません。しかし同時に文明のスピードは落ちます。精密さは失われます。同時性は崩れます。時計は冷たい装置でした。でも私たちを同じリズムに揃えていました。同じ朝、同じ昼、同じ夜。時計がない世界はより自然で、より曖昧で、そして少し不安定です。それでも人は生きていけます。なぜなら、時間そのものは消えないからです。消えるのは刻み方だけ、それだけなのです。時計がない世界、人は自然を基準にします。しかし自然は説明してくれません。太陽は無言です。それでも人は何かを正解に従います。
結婚式。日がだいぶ傾いた頃に挙式を始めます。だいぶって何度。参列者全員空を見る。新郎の父影を測る。新婦の母雲を指摘。司会者泣く。真面目に言えば時計は合意装置でした。全員が同じ数字を信じる。それだけで社会は回りました。しかし今は合意がありません。経済も変わります。昼のうちに納品。そのうちが長い。トラック運転手。まだ昼っぽいですよね。受け取り側。いやもう夕方寄りです。物流、太陽依存。時計がない世界ではすべてがグラデーションです。始まりと終わりが曖昧。だからこそ人は自分の感覚を強く主張します。まだ朝だ。もう昼だ。口論はだいたい空のせい。そして現れます。新職業。太陽アドバイザー。今日はやや昼寄りの朝です。何それ。でも人気。真面目に考えると季節差が社会に影響します。冬は短く働き、夏は長く働く。経済は不安定。でも人間は適応します。今日は冬っぽい働き方で。冬っぽい働き方って何？時計がない世界では緊急性も曖昧です。できるだけ早く来て。早くの基準がない。それでも人は何とか合わせようとします。同じ空を見上げ、同じ影を見て、同じ言い訳をします。雲が多かったから遅れた。曇りや雨の日。人類大混乱。太陽、濡れ衣。鶏が頑張ります。俺が基準だ。でも夜中にも泣く。鶏、信用失墜。でも鶏はバカ売れ。一家に一羽は必要な世界に。そして人は気づきます。正確さがない世界では自分の感覚が全てになることを。それは自由です。でも衝突も増えます。同じ朝でも違う朝。同じ昼でも違う昼。時計は私たちに同じ瞬間を与えていました。亡くなって初めてその便利さに気づきます。それでも空を見上げる時間は増えます。影の動きに敏感になります。太陽の色で季節を感じます。もしかすると忙しさは少し減るかもしれません。
でも揉め事は少し増えます。世界はちょっと不便で、ちょっとロマンチックで、ちょっと面倒くさい。それが時計のない社会の姿です。ここからは文明が本気で迷走します。時計がない世界、人類は諦めません。何かを基準にしようとします。まず誕生したのは影メーター。地面に棒を立てます。影の長さで判断。でも曇りで即終了。全国的パニック。次に出てきたのは太陽実況チャンネル。アナウンサーが叫びます。本日太陽やや中央寄りです。何の情報だ。でも視聴率爆上げ。政府が動きます。公式昼宣言制度導入。大臣が空を見上げます。今を昼とする。国民ざわつく。野党まだ朝だと抗議。鶏協会が声明を出します。我々が朝を決める。信頼度ゼロ。株式市場。影が短くなったら買い。影が短いのは太陽真上付近。取引ほぼ完。オリンピック100メートル走全員参加で一発金メダル。受験制度。日が高いうちに提出。高いの幅が広い。なんとなく全員全問回答までは行く。テレビ番組。夜の始まりに放送。家庭ごとに夜が違う。全国同時放送消滅。そしてついに闇市場が動きます。細かい時間教えます。禁断の分という概念。これは朝からだいたい小さな区切りを作ったものです。いくらですか。高い。でも売れる。ここで新たな警察が誕生。時間警察出動。さっき分と言いましたね。さっきも曖昧。逮捕理由も曖昧。世界は混乱します。でも人は笑います。なぜなら全員が同じくらいわからないからです。太陽を見て、影を見て、鶏を見て、ラーメンを見て、最終的に言う言葉は一つ。まあ、こんなもんか。時計がなくなっただけで、人類はここまで迷子になります。でも同時に、ちょっとだけ楽しそうです。それでも、時計がなくても、太陽は昇ります。太陽は沈みます。
誰が何を決めてもその動きは変わりません。私たちはそれをただ見ています。影が伸びるのを見て、空の色が変わるのを見て、今日が終わるのを感じます。時計がある世界では、あと少しが数字になります。5分、1時間、その数字が私たちを急がせます。時計がない世界では、そろそろまだいける、もう帰ろうか、すべて感覚です。数字は冷たい、でも正確です。感覚は温かい、でも揺らぎます。私たちはそのどちらも使って生きています。時計は私たちを縛りました。遅刻を作りました。締め切りを作りました。焦りを作りました。でも同時に約束を守らせました。同じ瞬間を共有させました。花火が上がる瞬間、新しい年が始まる瞬間、ゴールを越える瞬間、その瞬間は時計が刻んだ境界です。もし時計がなければ、始まりも終わりももっと緩やかになります。急ぐ理由は減るでしょう。でも区切りも減ります。私たちは限りがあるから動きます。もうすぐ終わるから今を大切にします。時計は残酷です。でも優しい。終わりを教えてくれるからです。時計がなくても時は流れています。ただそれをどう感じるかが変わるだけです。太陽を基準にする世界、秒針を基準にする世界、どちらが正しいわけでもありません。でも今、私たちは秒針と共に生きています。だからこそ、たまには空を見上げることも悪くないのかもしれません。もしも時計がなかったら、あなたはどんな世界を想像しましたか？そしてあなたならどんなもしもになりますか？